日本人の祖先と言われている縄文人。縄文人といえば、このような格好をして竪穴式住居に住み、山で鹿やイノシシを追っていた狩猟民族のイメージを持つ人は多いでしょう。なぜなら、私たちは教科書でそう教わったからです。歴史の教科書では、狩猟の縄文時代や農耕の弥生時代については、どちらかというとあっさりまとめられているので、あまり印象がないという人も多いでしょう。しかし、皆さんは知っているでしょうか？縄文時代が1万年以上も続き、私たちの想像よりもずっと高度な生活をしていた可能性があることを。一説によると、弥生時代は存在しなかったという説もあります。ただ、今回の動画では便宜上、弥生時代はあったと仮定して動画を作成していますので、あらかじめご了承ください。今回は、縄文時代や縄文人について、前半、後半の2本構成でお送りしたいと思います。まず、前半の動画では、近年噂になっている縄文文化の高度性について、後半の動画では、世界各国で見られる縄文人の足跡についてご紹介予定です。さあ、それでは見ていきましょう。かつて縄文時代は1万年前まで、または1万2000年前までの時代であると言われていました。しかし、1998年に青森県大台山本一遺跡で土器の破片が出土し、測定の結果、それが1万6500年前のものとされ、縄文時代はもっと古くから続いていた可能性があるということが明らかになります。日本国内で最古、世界でも最古級のものであると話題になりました。ロシアの遺跡などでも1万5000年前のものと思われる土器が見つかっていたり、中国湖南省でも1万8000年前のものとされる土器が確認されたという報告もあるので、日本のものが世界最古とは言えないかもしれませんが、最古級であることには変わりないでしょう。1万6500年前と言われてもピンとこない方もいると思いますが、弥生時代が始まったのが紀元前1000年頃。つまり、弥生時代から現代まででもたった3000年しか経っていないのです。縄文時代のスケールが違いすぎて驚いてしまいますね。縄文時代の有名な遺跡といえば、青森県の三内丸山遺跡。ここでは、それまでの縄文人に対するイメージを覆す多くの発見がありました。縄文時代には大きな村はなく、竪穴式住居が数軒ある小さな集落で縄文人が生活していたと考えられてきましたが、三内丸山遺跡では100軒の建物に約500人もの人が暮らせる可能性があったことが分かりました。また、重要な食料だったと考えられる栗などの堅果類とその木まで大量に出土しており、栗の DNA の一致から縄文人は栗の木を人工的に植栽していた可能性があるということも分かりました。他にも各地の縄文遺跡からはひょうたんなどの栽培種、稲もみの圧痕がある土器、プラントオパールと呼ばれるイネ科の植物形産体などが見つかっており、一般的に弥生時代から始まったとされている農耕が、実は縄文時代から始まっていた可能性もあるとされています。もちろん、鹿やイノシシなどを飼って暮らしていた様子も見られるようですが、すでに農耕を知っていたというのは驚きですね。さらに、縄文人はこのような遺跡に定住していたわけではなく、日本列島をあちこち旅していた可能性もあると言われています。三内丸山遺跡の出土品の中には、大きな翡翠の玉もありました。中央に穴が開いており、儀式や祭りの際の装飾品として使用されたと見られていますが、実は、翡翠は青森では産出されないのです。それでは、
どうして青森から翡翠が出土したのかについては、蛍光 X 線を使った分析によって、新潟県の糸魚川周辺から運ばれてきたものだということが分かっています。他にも、岩手県産の琥珀なども見つかっています。日本全国でナイフとして使われていた黒曜石には、北海道のもの、伊豆七島の神津島のものなども含まれています。そのため、縄文人は各地を移動し、交易を行っていたと言われているのです。そして、この仮説はさらなる可能性を秘めています。それは、交易は船を使って行われていた。つまり、縄文人には海洋技術があったということです。縄文時代から海洋技術が発達していたなんて、あまり想像できませんが、実は、それを裏付ける遺物も発見されています。三内丸山遺跡からは、外海に住むタイやマグロなどの大型魚の骨も見つかっており、これは縄文人が沖合まで漕ぎ出して漁をしていたという証拠になりうるのです。縄文時代の骨格製の漁具も出土しています。では、一体どうやって海を渡っていたのかという点についてですが、すでに縄文時代の丸木舟が全国で約160艘も見つかっています。2013年には千葉県市川市の雷下遺跡で日本最古の縄文時代早期のものとみられる丸木舟が出土しているのです。山で狩りをするイメージだった縄文人が船で各地へ渡って交易を行っていた海洋民族だったとは、まるで当初のイメージからはガラッとかけ離れてしまいますね。さらに、縄文人が船に乗って訪れていた痕跡は国内だけでなく、実は海外からも報告されているのです。まさか、そんな小さな丸木舟で海外へ渡れたのと思ってしまいますが、それについてはまた次回改めてご紹介しますね。いかがでしたか？他にも縄文人は天然アスファルトや漆を使用して道具や土器を造成、補修していました。現在、陶磁器などで使用されているセラミック技術も起源は縄文土器だと言われています。縄文人は当時から特殊な技術を持ち合わせていたと考えられています。縄文人は1万年もの長い歴史の中であらゆる場所に赴き、いろいろな工夫をして暮らしていたのですね。しかし、このように様々なものが見つかっている中で、一つ意外と見つかっていないものがあります。それは武器です。もちろん、狩りをするための道具は多く見つかっているのですが、縄文人骨に残された傷を分析しても、あくまで狩猟の際の誤射や流れやなど、事故によるもので、殺傷を目的としたものは見られないと言います。縄文時代は弥生時代に比べて殺傷人骨例が圧倒的に少ないそうです。そして、縄文人はこのような思想を持っていたと言われています。すべての生命には精霊が宿っており、人間もその一部。その精霊の命を少しだけいただいて、自分たちは生かされている。その無限の命の循環の中に、自分たちは暮らしている、と。縄文人は自然界のつながりを大切にして、日々感謝し、お互いを助け合うことで豊かに暮らしていたのかもしれませんね。日本人が重んじている和も、縄文人から1万年以上の時を経て受け継がれているものなのかもしれません。技術が進化し、情報があふれる現代、私たちも縄文人の思想を見習っていきたいものですね。